レゾナンス版デミレオン、あばらの窓。第一章、アブさんと噂。石畳の道は緩く曲がり、建物の壁は長い年月を吸って、夕方になると乾いた骨のような色に沈んだ。窓はどれも古く、ガラスは少しずつ歪んでいる。少年は、その通りをよく歩いた。少年の声は以前より低くなり、手足は自分のものではないように伸び、鏡を見るたびに、昨日まで知らなかった顔がそこにいた。彼はまだ何者でもなかった。街角のカフェは、石畳の広場へ、パラソルを広げた外席を張り出していた。そこにはいつも、少年よりも少し年上の青年たちが集まっていた。彼らは画家の卵だったり、詩人のつもりでいたり、作曲家を名乗るにはまだ作品の足りない若者だったりした。夕暮れになると、彼らはアブさんの苦い緑と、小さな灰の底に粉を沈めたトルココーヒーの黒さの間で、声を低くしたり、急に高くしたりしながら、ロルカの詩、オルテガの講演、ポアンカレの数学、ベルクソンの時間、そして王政と共和政の行方について話し込んでいた。その頃、彼らの間で、一つの噂が流行っていた。学者や芸術家だけのためのシャンバラ、とでも呼ぶしかない場所があるという話だった。ただし、そこには安らぎがあるわけではない。隠遁の地でも、楽園でもない。その場所は、人類の知と記憶の最も深い層へ、見えない力によって作品を後宮に刻み込むための、いわば聖域だという。そこと縁を持てた作品は、消えない。歴史の塵にうずもれず、誰かの記憶からも、図書館の目録からも、美術館の壁からも、完全には追い出されない。そして、その場所から来る少女がいる、とも。金色の目をしていて、その人物の来訪を受けた者は、かの場所をその目で見たという。昨日、文芸欄で読んだんだ。後代に残る作品には、最初の一行から、もう残る匂いがあるらしい。それを書いた批評家の詩は、残っているのかよ。批評家は詩を書かない。便利な商売だな。でも、少しわかる。傑作には、初めから傑作になる顔がある。彼らはそんな話をしていた。少年は、その声を聞いていた。聞いてはいたが、追いかけなかった。彼にとって、それは年上の青年たちが自分たちの不安に飾りをつけるためのよた話に過ぎなかった。彼が気にしていたのは、カフェの向かいにある建物の2階の窓だった。その窓を奇妙だと感じるのは、おそらく少年だけだった。上部は緩いアーチを描き、全体としては釣り鐘に近い輪郭をしている。窓の外側には観音開きの木の鎧戸がついており、閉じられた左右の扉には、細い横板が何本も連なっていた。中央の合わせ目は、胸の中心をまっすぐ降りる胸骨のようだった。アーチの真下で少し幅広く始まっている部分は胸骨壁のようであり、続いて細長い板へと伸びる部分は胸骨体を思わせ、最下端で小さな三角形を残して終わっているのは胸骨の健常突起と見ることもできた。そこから左右へ広がる横板の反復は、人間の左右12対、合計24本の肋骨を思わせた。木で作られた窓でありながら、まるで胸郭の正面図そのものだった。よくある形の窓枠と言えなくもない。けれど少年には、その窓の形が、ひどく人間のあばら骨を連想させた。装飾なのか、修理の結果なのか、それとも最初からその形だったのか、少年には判断できなかった。その窓辺に、少女が立つことがあった。少女は、向かいのカフェを見ることはなく、窓辺で常に、カフェ以外の方向に顔を向けていた。少年の方へ視線を向けることは、まるでなかった。けれど、彼はカフェに通った。青年たちは店の奥で、芸術家だけのシャンバラめいた場所の噂を語り、少年は窓を見る。青年たちは永遠に残る作品の話をし、少年は、ただ向かいの窓に心を置いて、コーヒーを長い時間かけて飲んだ。第2章、胸を見ている女たち。ある頃から、少年は町の女たちが、自分を、やけに見てくるようになったことに気づいた。最初、彼はそれを、自分が少しずつ青年に近づいているせいなのかと思った。実際、彼は可愛らしい少年から、美しい青年になりつつあった。だが、やがて違和感に気づいた。女たちは、彼の顔を見ていなかった。瞳でも、髪でも、歩き方でもない。彼女たちの視線は、いつも彼の胸元に集まっていた。それも、
彼の上着やシャツを見ているのではなかった。布の下に、すでに何かがあると知っている者の目だった。不可解な視線を投げかけてくる女たちは、街のあちこちにいた。市場の端でカゴを持つ女。駅の時計の下で立ち尽くす女。誰も乗っていない停留所の長椅子に座る女。白い手袋をはめたままタバコを持ち、火をつけるでもなく空を見ている女。夜の薬局の前で、閉じた扉のガラスに映る自分の顔を見ている女。彼女たちは、それぞれが互いに何の関連もないように見えた。だが、同じことを知っているようでもあった。少年が通ると、女たちは顔を上げた。そして、少年の胸元を見た。少年は道を変えた。けれど、別の通りにも女はいた。朝には、まだ誰も来ていない市場の前に、すでに女が立っていた。夕方の停留所には、夕方の色に染まらない女がいた。雨の日には、傘もささず、少しも濡れていない女がいた。晴れた日には、影のない女がいた。彼女たちは何もしなかった。ただ、少年を見ていた。少年は次第に、カフェへ行く時間を早めたり遅らせたりするようになった。そうすれば、彼女たちの視線から逃れられると思ったのだ。肋骨のような窓で見かける少女は、他の女たちとは違っている。少年はそう思う。少年は、その窓を見ることをやめられなかった。その日も、カフェの奥では青年たちが語っていた。昨日、批評会で聞いた。傑作を書くには、まず傑作の読み方を知らなければならないそうだ。それで君は、その傑作そのものは読んだのか？傑作そのもの。僕は読み方の講義録を読んだんだ。失われた時を求めて、でも、ユリシーズ、でもいい。読み方ではなく、読むだけで体力を使う本を実際に読んだのか？まだだ。危険なのは、読まないまま、読み方や書き方の知識だけが増えていくことだ。そのやりとりを聞いて、少年は思わず振り返った。青年たちは彼を見ていなかった。彼らはただ、アブさんの酔いとコーヒーのカフェインに煽られ、妙に冴えたつもりになった頭のまま、思いつきを投げ合っているだけだった。少年の胸の奥で、何かが人体のものではない音を立てて小さくなった。骨の立てる音ではない。心臓の立てる音でもない。それは、古い家の中で、誰も触れていない窓の金具が、夜風に押されてかすかに動くような音だった。向かいの窓辺に、少女が立っていた。彼女はその日、いつもよりはっきり見えた。長い髪、白い喉元、金色にも、暗い琥珀にも見える目。少年は息を止めた。少女の唇が動いたように見えた。声は届かなかった。けれど、その言葉は少年の胸の内側に、なぜか意味だけを残した。まだ、開けてはいけない。少年は立ち上がりかけた。その時、カフェの入り口に女が一人立っていた。白い蚊の知恵をかぶり、黒い街灯を着ていた。彼女は店の中を見回すこともなく、まっすぐ少年の胸を見ていた。少年は椅子に座り直した。カップの中のコーヒーは、もう冷めていた。通りの向こうで、別の窓が開く音がした。入り口は、入り口だと名乗らないものよ。少年はその声を聞かなかった。青年たちもその声を聞かなかった。その声はサングレスのものであったが、女たちだけが、ほんのわずかに顔を上げた。第三章、肺に金具が。少年はカフェへ行かない日を作った。その日は、部屋にいた。机の前に座り、何もしなかった。読もうとしていたビオレル塾の建築図版集は開かれたままだった。そこには古い聖堂の断面図が載っていた。高い窓、柱、梁、礼拝堂の奥へ続く暗がり。翌日、少年はまたカフェへ行った。青年たちは相変わらずそこにいた。彼らは少しも変わらなかった。少年は店の奥の声を聞き流しながら、向かいの窓を見上げた。少女はいなかった。窓だけがあった。閉じられた鎧戸の横板は、夕日を受けて赤く見えた。中央の合わせ目は暗く、左右へ広がる木の連なりは、やはり肋骨のようだった。その隙間の奥に沈む暗がりは、空の色より深く、部屋の影より遠かった。少年は家へ帰ろうと、カフェの席から立ち上がった。すると胸の奥で、金具の鳴る音がした。その金属音は、今度ははっきり聞こえた。カフェの中の青年たちは気づかない。通りを行き交う人々も、いつもと変わらない。店主はデミタスカップを吹いている。誰も、少年の胸の中で何かが変性していく音を聞かない。ただ、
通りにいた女たちの幾人かが一斉に振り向いた。振り向いたが、彼女たちは何かの合図を受けたように、再び静かに歩き出した。少年は自分の体、胸の奥に響く、人体のものではない異音に取り乱しながら、カフェから足早に家へと歩き去っていった。その様子を、向かいの2階の窓辺に現れた少女が、まっすぐに見ていた。第4章、肋骨の窓、あるいは開かれる胸郭。それは、晴天の土曜の朝に起きた。向かいの建物の屋根際だけが、先に朝の光を受けていた。少年はその日も、自宅からカフェへ歩いていた。通りにはいつもより人が少なかった。いや、人はいた。だが、彼の目には女たちだけが見えた。彼女たちは通りの両側に立っていた。市場で見た女。駅の時計の下にいた女。閉じた薬局の前にいた女。雨の日に濡れていなかった女。影のなかった女。彼女たちは、少年が来るのを待っていたわけではないように見えた。むしろ、最初からこの通りは彼女たちのもので、少年の方が遅れてそこへ入ってきたのだ。少年は足を止めた。女たちも動かなかった。ただ、彼の胸元だけを見ていた。次の瞬間、女たちの一人が少年の腕を掴んだ。強い力ではなかった。だが、拒めなかった。別の女の手が肩に触れた。また別の女の手が少年の背に触れた。少年は声を出そうとした。声は出なかった。女の一人が彼の上着の前を開いた。ボタンが一つ、石畳に落ちた。小さな音がした。シャツの布が裂けた。そこにあったのは、傷ではなかった。血でもなかった。皮膚の裂け目でもなかった。少年の胸には窓があった。それは、少年の胸腔に収まった彼の肺と同じほどの大きさをした木でできた小さな窓だった。ただし、それは外から胸に張り付いた異物ではなかった。少年の胸郭そのものが窓としての形を帯びていた。上部は鎖骨の下で緩いアーチを描き、胸の中心には観音開きの扉の合わせ目のような線が通っていた。そこから左右へ広がる肋骨の連なりは、細い木の横板のようでもあった。肋骨に似た窓なのか、窓の形に変わったあばら骨なのか、少年にはもう区別がつかなかった。それは彼が何日も見上げていた、あの2階の窓と同じ形をしていた。人間のあばら骨のような、あるいは肋骨の姿を初めから模して作られたような形の窓。窓は少年の体の上に置かれているのではなかった。少年の体がその窓を含むように変わっていた。女たちは息を飲んだ。女たちの喉が鳴らした音は驚きではなかった。待ち望んでいたものがようやく現れた時の息だった。少年は自分の胸を驚愕とともに見下ろした。だがその恐怖の底で彼は奇妙なことも感じていた。似ている。それは自分の胸に現れた異物なのに全く知らないものではなかった。むしろ長い間外から見ていたものがついに内側から名乗り出たような感じがした。取っ手があった。小さな金色をした真鍮製の金具。女の一人がそれに手を伸ばした。少年は首を振った。女は少年を見てはいなかった。彼女は窓だけを見ていた。金具が動いた。窓が開いた。その時、少年は自分の中に空間があることを知った。胸の奥に部屋がある。部屋の奥に路地がある。路地の先に町がある。石造りの建物が並んでいた。狭い橋があり、階段があり、窓のない塔があった。空は見えなかった。それでもそこは体の内側ではなく、どこかの町をそのまま収めた空間だった。湿った石の匂いがした。少年の肺のあるべき場所に見知らぬ町が広がっていた。それは青年たちがカフェの奥でバンデミレオンという名で語っていた町であった。女たちは歓声を上げた。彼女たちはそれぞれ固有の喜び方で微笑んだ。どうやって入ったのか少年にはわからなかった。窓は人が通れるほど大きくないはずだった。それなのに女たちは身をかがめ、肩を細くし、次々と窓の向こうへ飛び込み始めた。女の一人の白い帽子が少年の胸に開いた窓の中へ消えた。別の女の黒い街灯が丸ごと少年の胸の向こうの空間へ消えた。その次の女は片方の手に何かを握っていた。丸めた構成ずりか、糸で閉じた折り帳か、それとも五線譜の断片か。少年には判別できなかった。
女はそれを胸に抱いたまま、窓の向こうへ消えた。続く女は、手袋の指先が窓枠に食い込むほど強く握り、プールへ飛び込むような姿勢で、前のめりに窓の中へ消えた。彼女たちは次から次へと、少年の胸に開いた窓の木枠を通って、内央の町へ入っていく。少年は動けなかった。最初に窓へ身を投げた女たちは、乱暴に窓枠をくぐった。だが、やがてそれに続く女たちは、日曜に教会の建物へ入るかのように、粛々とした動作で窓の向こうへ消えていった。カフェの中では、まだ青年たちが話していた。作品だけでは歴史には残らないと思うんだ。また大きな話になったな。いや、本気だよ。才能や努力だけでは足りない。どこかで祝福みたいなものがいる。祝福。作品を忘却から救うという例の聖域との縁と言ってもいい。その縁を待っている間に、今日も机には向かわないわけだ。待つのも準備だ。便利な準備だな。誰かが短く笑った。他の者たちも、それに少し遅れて笑った。第5章、閉じなかった窓。無数とも思えた数の女たちであったが、ついに最後の女が窓の向こうへ消えた。通りは静かになった。少年は胸に開いた木製の窓を開いたまま、石畳に転がっていた。100人に近い女たちが窓枠を通過したために、木製の窓は今や無残なほどガタガタになっていた。彼は自分の手で閉めようとした。だが、腕が動かなかった。地面で仰向けになったまま、ようやく外れかけた扉に手を添え、閉めようとしたが、窓の扉の長板が壊れたのか、閉めることもままならない。仰向けのまま、向かいの2階の窓を見る。そこには、少女がいた。彼がずっと見上げていた少女は今、木枠の窓を胸に開き、石畳の上で立ち上がることもできない少年を、まっすぐ見下ろしていた。紫がかった長い髪、金色の目、微笑んでいるとも、微笑んでいないともつかない口元。サングレスだった。カフェの青年たちは、彼女を見なかった。通りが少し広がった石畳にいた誰も、彼女を見なかった。少年だけが見ていた。そして、胸の窓の向こうに入っていった女たちも、どこかの路地の奥から、彼女を見上げているようだった。少年は少女の口が動くのを見たが、声は少女が立つバルコニーからは、やってこなかった。少女の口の動きと完全に一致した声を、少年は、彼自身の胸の窓の内側から聞いた。あなたは、理力の噂など耳にも入れず、ただ見ていただけだったのに。だから、こんなに綺麗に育ったのかしら。少年は、やっと声を出した。しかし彼の肺は、今や窓と、その先に続く空間になっている。声など出ない。サングレスは首をかしげた。そうね。あなたは作品でも、作者でもなかったのに。少しの沈黙。でも、窓にはなったわ。少年は胸を見下ろした。窓の向こうの街では、先ほどの女たちが路地を歩いていた。彼女たちはもう少年を見ていない。彼の中にある街の、もっと奥へ向かっている。少年は、自分が取り残されたのだと思った。だが、それも少し違った。彼は残されたのではない。使われた後、まだ閉じられていないのだ。少年は、サングレスが、まだ、と言ったことを思い出した。開けたのは、自分ではなかった。それが何を意味するのかは、わからなかった。サングレスは、少年に向けて目を細めた。けれど、そのわずかな表情の変化がどんな感情から生まれたものなのか、誰にもわからなかった。立ち上がることも、声を出すこともできず、少年は唯一可能な行為として、ただ向かいの窓を見た。彼が何日も見上げていたあばらの窓。その窓は、今もそこにあった。サングレスのいる窓が静かに閉じた。少年の胸の窓だけが閉じなかった。